今回はアイホールの裏側を削るときにアイサー材がいいかリューターがいいかっていうのを比較してみたいと思います。使うものなんですけども、こういったアイサイザーですね。私は 24mm を持ってるんですけども、これと、溶かすときに使う V カラーシンナー、あとリューターですね。リューターの方はこういうものと、先なんですけど、これ調光バー、タンデスクバー10本セットっていうのがありまして、こんな感じのものですね。で、その中にこれ丸のものがあって、これが削りやすいのでですね、これを使います。なぜこの部分を削るかというと、I をこれセットしたとき、これ DD 用の 22mm の I なんですけども、ここの縁ですね、ここに少し隙間が見える場合があって、ちゃんとフィットしてないと、こう目が浮いてるように見えたりするんですね。DD 用の I は、球状になってるんで、結構ピタッとフィットするんですけども、例えばですね、これゴイシアイ、これカボション、あとこれスマートドール用の I なんですけども、結構平たいものをこれつけた場合ですね、こういう感じで結構な隙間が空いちゃうんですね。アイホールオープンタイプを購入すると、自分で好みの形に削ってないので、これが多分顕著に出てくるかなと思います。私はどちらかというとぴったりの方が好きなので、この裏をゴリゴリ削って平らにしてぴったりにするっていうのをやってます。わかりやすく削りたいところを赤で塗ってみました。この部分が引っかかって愛が密着しないっていうか浮いてしまうんですね。なのでこの高い部分、赤い部分を削ることによって、もっとこのアイホールに目が寄るので密着感が出るって感じなんですね。目尻のこの部分もですね、削った方が密着率というかフィット感がいいんで、ここも削ります。では、アイサイザーでやっていこうと思うんですけども、アイサイザーでやるときは、この V カラーシンナーっていうのがあると、ゴリゴリ削れてですね、効率がいいので、なくてもいいんですけど、で、これを使うときは劇薬なんで窓を開けて換気して、できればマスクとかですね、そういうのをつけてやった方がいいですね。こういう適当なお皿に V カラーシンナーを入れて、アイサイザーをこうやって浸します。で、すぐ気化しちゃうんで、なるべく早めにですね、これをゴリ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 っとアイホールにこすりつけます。ドリルとかあるともっと効率よくなるんですけど、これでどうでしょうか。ではゴミを取ってですね、愛をセットしてみようと思います。どれぐらい削れたでしょうか。51愛をセットしたんですけど、まだこのぐらいの隙間が空いてますよね。上は若干いいかなと。小石って結構大きいんで、真ん中に置こうとすると、この端の部分がこの目尻の部分に当たって浮いてしまうので、ここを重点的に削るといいんですね。すぐこのシンナー気化するので、こんなになくなっちゃいました。じゃあもう少しつけて削っていきます。この部分ですね、この部分を重点的に削っていきます。カスはなるべくですね、早めに取った方がいいですね。これ、
そのまましとくと乾燥してしまうので、目尻の部分が当たってるので、まだ浮いてますけど、さっきよりかだいぶマシになりました。なので、もっと削ります。結構良くなってきたんですけど、まだ隙間がちょっと空いてるので、もっとフィットさせたいっていうんでしたら、もっと削った方がいいですね。ここの部分、ここの部分。頑張ります。このアイサイズは結構疲れるんで、大量のヘッドをやる場合は、ドリル買った方がいいですね。多分ディーラーさんとかはドリル使って効率化してると思います。かなり良くなってきてるんですけれども、理想を言うともっとぴったりくっつけたいですよね。で、あまりくっつかないような場合は、碁石のここをカットするっていうのでもいいと思いますね。例えば、もうメイク済みのヘッドで碁石を当てた時に、こう浮いちゃうとか、中心がこうやってずれちゃうっていう場合は、ここが干渉してるので、碁石合いのこの部分をですね、カットしてあげると、もう少し中心がこの外側になるんで、そういう調整の方法もできます。カボションはアクリルの場合はできるんですけども、ガラスの場合は削れないので、この部分をやっぱり削るっていうのが必要になってきます。カボションかなりぴったりになりましたね。こんな感じでいいでしょうか。これがアイサイザーで削る場合ですね。片目、調整入れて2、3分とか、慣れればそんな感じで削ることができます。ただこの V からシンナーがないと力もいりますし、結構大変なんで、これをお勧めしますね。次はルーターを使って削っていきます。このビットはかなり削れるので、削りすぎにはちょっと注意が必要です。やってみます。この縁を徐々に削っていく感じですね。で、赤い部分を重点的に削ります。はい。とりあえずこんな感じでしょうか。削りカスはこんな感じで低速にしてやると結構サクッと取れますね。この目尻の部分をまだ削ってないので、こんな感じで隙間が空いてしまいます。上の方はまあいい感じですね。多分カボションとかはもうこれでもいいんじゃないかなと思います。カボションでもちょっと隙間空いちゃいますね。はい。あんまり下を削りすぎちゃうと、上とのバランスが悪くなったりするんで、そこだけちょっと注意が必要ですね。
では、もう少しこの目尻の部分を削っていきます。あんまり削りすぎると怖いので、ちょこちょこ確認した方がいいと思います。だいぶ良くなりましたよね。もうちょっとですね。ここら辺が当たってるので、削ります。だいぶぴったりになってきましたね。どこが当たってるのかっていうのをですね、こう押しながらやると、この下の部分なのかな、目頭の部分なのかな、目尻の部分なのかなっていうのがわかるので、その当たってる部分を削って薄くして、こうぴったりにしてあげるっていうことをやると、アイとアイホールの隙間が埋まって自然な感じになると思います。アイサイザーの方は意外とですね、綺麗に削れるんですけども、ルーターの場合はその削り方によって結構ボコボコがあるので、最後、こう鳴らす感じで、このカスを取りながら、ちょっとした凹凸を綺麗にしてあげると、裏側なんですけども、この丁寧にやっておくと、ディーラーさんとかを目指すんでしたら、この人ちゃんと仕事してるなっていうのが伝わると思います。あとこういった部分、もし気になるのでしたら、400番とかの紙やすりで削ってあげるといいと思います。はい。じゃあこれでですね、ブルータックつけて、どんな感じかっていうのを見てみたいと思います。はい。こんな感じでくっつきました。どうでしょう、隙間。かなり最初に比べるとぴったりですね。もっとぴったりの方がいいっていう人がいれば、もっと削ってもいいと思います。アニメキャラを作るときは、このアイホールが少しくぼんでる感じがするので、もっと削って、このアイを前面に出すっていうのもできるので、そうするとですね、もっとアニメキャラっぽくなったりするんで、といったのも、もし、あれでしたら試してみてるといいかもしれないですね。アイサイザーとルーター、どっちがいいかっていうのは、人それぞれになるんですけども、シンナーをあんまり使いたくないっていうんでしたら、このルーターでやった方がいいですね。シンナー使わないんで。ただ、このビット、よく削れるビットっていうのがないと削りづらいので、これは買わないといけないと。で、アイサイザーは持ってますっていう方がいれば、この V カラーシンナー。多分ソフビ加工をするには、この V カラーシンナーって結構必須というかあった方がいいんで、これを使ってやっても、効率的には同じ感じですよね。仕上がりも何も変わることはないので、ということで今回はアイサイザーとルーターの削り方を比較してみました。また気になるような動画とか作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。